生ぬるい海水に浸っているような感覚にシンデレラは目を覚ました。ここは。つぶやきながらも本能で理解する。ここは作者のグリム兄の中。兄に丸飲みされたシンデレラだったが、その精神は消えることなく兄の内面世界に残ったようだ。シンデレラは辺りを見回す。すると遠くに何か光るものが見えた。上下もわからぬ世界だが、それが奥底にあるのだと直感したシンデレラはゆっくりと動き出す。それを妨害するかのように作者の影が現れた。夢のような世界なのに優しくないね。よほど私をあそこに行かせたくないと見える。でも嫌がられれば嫌がられるほど見たくなるのが人情ってもんだろ。あいにくと掃除は得意なんだ。邪魔をしてくる作者の影たちを這いながらシンデレラは歩みを進める。一歩進むごとに影を這うごとにグリム兄のヤーコプの記憶が彼女の中に流れ込んでくる。ああ、彼の生きてきた人生、弟のその家族との記憶、グリム童話を生み出すその過程、すごいね。なんて醜いとシンデレラは笑った。私は古い文献や詩歌が好きだった。放っておけばいずれ消えてしまうだろう各地に散らばる伝承を集めては、その研究に日々を費やした。研究へのこだわりがあるゆえに、人付き合いがうまくない私を、周りの者は頑固者だと罵った。けれど、そんな私を社交的な弟がフォローしてくれた。
これは痛いよ。もう終わり？かけがえのない私の弟ビルヘルム。私と彼は共に支え合いながら研究を行ってきた。私には彼がいない生活など考えられなかった。行くよ。こんなもんか。弟は体が弱かった。だから私が彼の分も各地を飛び回り、語り部たちから興味深い逸話を集める役割を担った。こっちに傷をつけようなんざ10年早い。歯ごたえないね。ある日、私が集めた逸話を読んでいたビルヘルムが言った。物語としてまとめるなら少し脚色したらどうだろう。
私は反対した。しかし弟とその妻は、物語は人に読んでもらってこそ生きると言った。確かに、読まれない物語ほど悲しいものはない。もう終わり？私を説得した弟によって、私が集めた話は童話となり、今までの研究が嘘のように世間に広く知れ渡った。リンゴをどうぞ。もう終わり？グリム兄弟として評価が高まるにつれ、私は最愛なる弟の才能に嫉妬した。これは痛いよ。もう終わり？シンデレラがたどり着いた奥底には、グリム兄の根源ともいえる精神体がいた。私の記憶を見たのだろう。シンデレラがうなずくと、グリム兄は力なく笑った。そう。私は愚かにも愛する弟に嫉妬した。
その才能を憎んだ。だから創作に必要な右腕を奪った。そうしたところで才能も評価も私のものにはならないのだ。悲しい人。でもハイカブリはグリム兄をあざけった。自分でわかってるじゃない。弟の方が優れているんだって。その言葉にグリム兄は目を向いた。グリム童話が後世まで語り継がれたのはあんたの力じゃない。弟の才能のおかげだ。弟が脚色したから物語は輝いた。あんたはその事実が受け入れられないんだ。兄より優れた弟なんてね。やめろ。やめてくれ。こんなもんか。自分が世に送り出した物語の登場人物から自分が隠していた情けなさを指摘される。いわば親が子から神が人から嘲笑されるようなものだ。この羞恥に不名誉にどうして耐えることができようか。私はグリム兄の精神は耐え難き悲鳴を上げ粉々に破壊された。プライドの高い作者様ほど精神攻撃には弱いもんだね。消えていくグリム兄の精神にシンデレラはバイバイと手を振った。さて、生みの親が残したこの体、有効活用してあげなくちゃね。シンデレラの精神がグリム兄の体の中に溶けていく。そうして親殺しともいえる悪魔のような所業を行い、作者たる兄の体を乗っ取って生まれ直したシンデレラの姿は、皮肉にも天使のように美しかった。瞬間、空が裂けるような光とともに鳴り響いた轟音が彼女を包む。親殺しの天使は爆風に飲み込まれ、その姿を消した。